春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は AI エネミーが障害物から出たり入ったりして攻撃してくるようにしてみようと思います。障害物の後ろに隠れてみたその7位 EQS。早速やってみましょう。1、障害物の作成ということで障害物を作成します。レベル上の BTA エネミーベースを選択します。詳細パネル、デフォルト、パトロールルートをクリアします。2、環境クエリの作成。EQS ハイドビハインド。新しい環境クエリを作成します。右クリック、AI、環境クエリ。名前を EQS ハイドビハインドにします。ファイルを開きます。2の1、グリッドジェネレーターの追加。ルートノードよりジェネレーターを追加します。レベル上で AI エネミーを見ることができない場所が欲しいので、グリッドジェネレーターを追加します。詳細パネル、グリッドハーフサイズを2000にします。スペースビトゥイン、生成密度を200にします。2の2、パスファインディングテストの追加。到達可能な場所だけにしたいので、パスファインディングテストを追加します。グリッドジェネレーターを右クリック、テストを追加より、パスファインディングテストを追加します。パスファインディングテストは、到達不可能な対象を破棄します。2の3、トレーステストの追加。プレイヤーが AI エネミーを見ることができない場所を判断したいので、グリッドジェネレーターを右クリック、テストを追加より、トレーステストを追加します。トレーステストは、アイテムまたはコンテキストまでトレースし、ヒットしたかどうかを返します。トレーステストを選択、詳細パネル、テストパーパスを、フィルター&スコアにします。トレースデータを展開します。トレースモードは、チャンネルトレースを使用するのか、プロファイルトレースを使用するのかです。今回はチャンネルトレースを使用するので、ジオメトリバイチャンネルにします。トレースチャンネルは、トレースを実行するチャンネルです。デフォルトでは、ビジビリティとカメラがあります。ビジビリティにします。トレースシェイプは、トレースを実行する形状です。ライン、ボックス、スフィア、カプセルがあります。今回は、ライントレースを使用します。トレースコンプレックスは、トレースが複雑なコリジョンに対して行われるのか、単純なコリジョンに対して行われるのかを指定します。トゥルーの場合、トレースは複雑なコリジョン上で実行します。今回は、フォールズにして単純なコリジョンに対してトレースします。オンリーブロッキングヒッツは、トレースでブロッキングトレースと非ブロッキングトレースのどちらを結果に使用するのかを指定します。トゥルーの場合、トレースはブロッキングヒットのみを検索します。今回はトゥルーにしてブロッキングヒットにします。トレースフロムコンテキストはトレース方向です。トゥルーの場合、コンテキストからトレースを行います。今回はフォールズにします。トレースフロムコンテキスト、コンテキスト、前回作成した EQS コンテキストアタックターゲットにします。詳細設定、アイテムハイオフセットはトレースしているアイテムの Z 軸を調整します。今回はプレイヤーと同じ高さの 180.0 にします。コンテキストハイオフセットはトレースしているコンテキストの Z 軸を調整します。今回は 0.0 にします。2の4、ディスタンス、距離テストの追加。AI エネミーに最も近いアイテムを選択させたいので、ディスタンス、距離テストを追加します。グリッドジェネレーターを右クリック、テストを追加より、ディスタンス、距離テストを追加します。ディスタンス、距離テストを選択、詳細パネル、テストパーパスを、スコアオンリーにします。そうすると大きい方を好むとなります。つまり距離が遠い方を好むということです。距離が遠くにあるアイテムのスコアが高くなります。詳細パネル、スコアリングイクエーションを、インバースライナーにして逆にします。小さい方を好むになります。つまり距離が近い方を好むということです。距離が近くにあるアイテムのスコアが高くなります。これで、障害物に近い場所の優先度が高くなります。保存して閉じます。3、ハイドビハインドブランチを実装。ビヘイビアツリー BTI エネミーベースを複製します。名前を BTI エネミーハイドビハインドにします。
ファイルを開きます。パトロールステートブランチを削除します。サーチステートブランチを削除します。ディフェンスレンジブランチを削除します。アタックステートノードを削除します。ルート、セレクターノード配下にチェイスターゲットブランチをつなぎます。ルート、セレクターノード配下にシークエンスノードを配置します。名前をハイドビハインドにします。3の1、タスクの追加。ハイドビハインド配下にタスクを追加します。BTT クリアフォーカスを配置します。BTT ムーブメントスピードを配置します。詳細パネル、ムーブメントスピードをスプリンティングにします。ラン EQS クエリタスクを配置します。詳細パネル、EQS リクエスト、クエリテンプレートに、作成した EQS ハイドビハインドをセットします。ランモードをシングルベストアイテムにします。ブラックボードキーをポイントオブアイテムにします。AI エネミーがポイントオブアイテムに移動するように、タスクを追加します。ムーブ2タスクを配置します。詳細パネル、ブラックボードキーをポイントオブアイテムにします。保存して閉じます。4、ビヘイビアツリーの登録を変更。AIC コントローラーのビヘイビアツリーの登録を変更します。AIC エネミーベースを開きます。ランビヘイビアツリーノードの BT アセット。BT やエネミーハイドビハインドにします。5、AI パーセプションの調整。AI エネミーがプレイヤーを見つけやすくなるように AI パーセプションを調整します。コンポーネントパネル、AI パーセプションを選択します。詳細パネル、AI パーセプション、センシズコンフィグ、インデックス0に設定した AI センスサイトを調整します。センスを展開します。サイトラディウスを 2000.0 にします。ルーズサイトラディウスを 2400.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。AI エネミーはプレイヤーを見つけると攻撃します。その後、プレイヤーから逃げるように障害物に隠れます。5秒後、障害物から出てきて攻撃を行います。そしてまた隠れます。これを繰り返します。設定ファイル。ちゃんとできましたね。AI エネミーが障害物から出たり入ったりして攻撃してくるメリットは、戦術的な深みの向上。障害物を利用して攻撃する AI は、プレイヤーに対して戦術的思考を求めます。プレイヤーは単に攻撃するだけでなく、障害物を意識した立ち回りや、タイミングを見計らった行動が必要になります。ゲーム体験のリアルさの向上。障害物を利用する行動は、実際の戦闘状況に似ており、AI の動きに現実味があるとプレイヤーは捉えます。このリアルさが没入感を高めます。プレイヤーの緊張感や没入感の向上。障害物に隠れる AI の動きは、プレイヤーに予測不可能な体験を与えます。その予測不可能性が緊張感を生み出し、ゲームに没入しやすくなります。単調なプレイの回避。同じパターンで攻撃する AI よりも、障害物を活用して変化のある動きをする AI は、プレイヤーに飽きさせず、繰り返しプレイしたいと感じさせます。プレイヤースキルの向上促進。プレイヤーは AI の行動パターンを学習し、より高度なスキルを習得する必要があります。これにより、プレイ体験が充実します。AI キャラクターの知能表現。障害物を利用する AI は賢い行動をしているように見えるため、ゲーム全体の品質感や AI 設定の深さを印象づけることができます。ゲームデザインの幅広さ。障害物を生かしたレベルデザインや、特定の敵キャラクターに適した特徴的な動きの設計が可能になり、より多様なゲーム体験を提供できます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。